おはようございます。アーキースチューデントです。今回は温度分布を可視化するプログラムを作成していきたいと思います。では行きます。まず、気象データを取得するための EPW マップを出していきます。EPW マップ。そして、トグルを出します。トグルを True にしていきます。そうすると、気象データの地図が開けるので、いつものように、こちら、東京100里ですね。こちらをクリック。そして、こちらでパネルを出します。パネルに先ほどの気象データをコントロール V で貼り付け、次にパネルに貼り付けた気象データをインポートしていきます。まず気象データをダウンロード、そしてダウンロードした気象データをインポート。そうすると正しく入力されていることがわかります。次に今回やりたい温度分布を可視化する方に移っていきたいと思います。まず時間ごとの温度分布を可視化するコンポーネントです。こちらの Ladybug Hourly Plot をドラッグ&ドロップ。そして入力データに必要なものがこちらのデータですね。アンダーバーが先頭についているものが必ず入力が必要なものとなります。ドライバルブテンプラチャーをデータにつなぎます。そうすると、このように温度分布が可視化されているのがわかります。色が青くなればなるほど気温が低くて、赤くなればなるほど気温が高くなっています。例えば、オーガスト、夏のところだと気温が高くて、ディセンバー、冬だと青い部分が多くなってきます。次に、このコンポーネントを少し解説していきたいと思います。まず、こちら、XDIM ですね。X ディメンション。0。こちらは、サイズを調整するものとなります。このようにスライダーを動かすと、X 方向にサイズが調整されているのがわかります。同じように、こちらをコピー&ペーストして、Y ディメンションにつなぎます。そうすると、Y 方向にも大きさが調整されているのがわかります。この Z は何かと言いますと、試しにつないでみます。Z は
1じゃ足りませんね。Z はこのように温度分布を 3D にしてくれます。こういう感じですね。ダイアグラムなのでこういうものを用いたいというときは Z 座標に入力してあげて 3D にしてあげるのもいいと思います。次にリバース Y ですね。リバース Y はトグルをつないでいきます。こちらを True にしていただくと、今、こっちの方ですね。こちらの今、PM と AM に注目してほしいんですけど、これが入れ替わってるのがわかるかと思います。今、PM。こちらで PM と AM が入れ替わってます。次に、最高最低中間など、日や月の平均を表せるコンポーネント、レディバグマンスリーチャートを出していきます。レディバグマンスリーチャートは、こちらですね。こちらもデータを入力していきます。ドライバルブテンプラチャー。こちらのコンポーネントで説明したいことは、同じように X ディメンション、Y ディメンションなどがありますが、こちらですね。ベースポイントですね。今、データがこのように被っていて見えづらいことが起きると思います。そういう時は、ラインの上で点を作成してあげて、グラスホッパー上でポイントを出します。ライノのオブジェクトを選択。グラスホッパー上で右クリックしていただいて、セットワンポイント。そうすると、点が取り込めているのがわかります。この点をベースポイントにつなぐと、グラフの位置が移動できます。被っていて見えづらいなど、そういう時はベースポイントで点を指定してあげて、移動するのが良いかと思われます。このポイントはコンストラクトポイントで点を作成してあげてつなぐのもいいかと思われます。次に説明したいのがボーダーですね。ボーダーがこちらにあると思うんですけど、こちらカスタムプレビューでカラースウォッチですね。これを黒にしていきます。黒にしていくと、ラベルにつないでます。ボーダーにつなぐと、こちらの線が、縦横の線が黒く可視化されているのがわかります。文字とここの線の色を統一したいという時は、ここのボーダーで線の色が選択できます。そしてこちらも同じようにデータラインというところが
このように黒になっているのがわかるかと思います。また、こっちにもボーダーがあるので、ボーダーにつなぐと、すべて黒の線になっていることがわかります。今回は、レディバグマンスリーチャートですね。レディバグマンスリーチャートをもう一つ紹介したいのがあります。もう一つは、レディバグタイムインターバルオペレーションですね。今、上のグラフで何が表示されているかと言いますと、最高気温と最低気温があって、真ん中の部分は最高気温と最低気温を足して2で割った値だと思われます。それが、ジャニュアリなので1月の1日から30日までをすべて温度分布を青で塗っているかと思われます。また、日ごとや月ごとの平均が欲しいというときは、データをつないであげて、デイリーをつなぐと、こうすると、1月1日の平均、1月2日の平均気温、1月31日の平均気温など、日ごとの平均気温が、ここのデイリーでわかります。また、マンスリーでは、2月の平均気温、3月の平均気温などがわかります。今表示されていないジャニュアリは 1.94 度よりも平均気温が下回っているので表示されていないかと思われます。こちらが日や月の平均気温をレディバグマンスリーチャートで表示させるコンポーネントです。今回は温度分布を可視化していきました。ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。